ようこそいらっしゃいませ。今日は作り置きおかずをひたすら作っていこうと思います。新生活も始まるってことで自炊せんといかんなって思ってる皆さん、自炊のモチベ上げて一緒に頑張りましょう。8品ぐらい作っていこうと思います。料理初心者さんでも作れるようなもう簡単なめんつゆとかね使っちゃったりしてやっていこうと思ってるんで、とりあえず揃える調味料はみりんと醤油と酒、そしてめんつゆ、あとは塩、砂糖、その辺の調味料さえ揃えとけばなんやかんや作れます。じゃあまずは揚げない唐揚げの下準備していきます。胸肉でももも肉でもお好みの方をお使いください。じゃあいろいろと野菜切っていきます。かぼちゃとさつまいもを同時に煮込んでいってやろうと思います。さつまいもいらんって方はかぼちゃの煮物だけでもいいと思うんやけど、1回の料理でいろんな野菜を取り入れてやろうってことでさつまいもも一緒に煮ていきます。かぼちゃこのままやったらめちゃめちゃ硬いから1回レンチンします。ちなみにこのボウルはオーサムストアでございます。これ耐熱やねん。電子レンジも OK やったからね、めちゃめちゃ色も可愛いし気に入ってるボウル。レンチンとかはいつも適当にやってます。だいたい600ワットで 2,3 分かな。このでかさやったら3分ぐらいいってもいいかもしれん。そこは様子見つつでお願いします。はい、じゃあその間にさつまいもも切っていきます。今回は大量に作ってもう冷凍保存もしようと思ってるから1本いったろかなと思いますが、多すぎるかな。いっか。我が家は皮は割とつけて食べるタイプなんで今回も皮は残しときます。気になるって方はね皮剥いてください。こんな色をしてるけどさつまいも端っこ紫色でした。さつまいもかと思いきやでも美味しそう。切り方は乱切りでも輪切りでも何でもお好みのようにしちゃってください。さあこれで準備完了。これは気に入って使ってる Amazon で買った富士ホーローのイエローの鍋です。醤油、みりん、酒、砂糖とかでも作れるけど今回はもう楽をしてめんつゆで作ります。柔らかくなるまで煮込んでいきます。ということでこれはもうあと煮込むだけやから完成と言っても過言ではないでしょう。じゃあ次やっていきます。お次作るのはごぼうとレンコンと人参のきんぴらでございます。まずごぼうを洗います。レンコンと人参は皮を剥きます。チャップリンのご登場です。これもオーサムストアで買ったピーラーです。野菜切り終わったんで炒めていきます。これはフランフランで買ったフライパンセットでめちゃめちゃ気に入って使ってたんやけど跡みたいなのがね取れなくなりました。半熟3倍のめんつゆなんですけどだいたい大さじ3杯ぐらいもう適当に入れちゃいます。自分の舌を頼りに。
というわけでこれもあとは待ちなんで、まあ完成みたいなもんですね。はい、お次はきのこと玉ねぎのクリームソースを作っていきます。まあ、クリームソースはもう作っときゃオムライスにかけて食べれるし、パスタにもドリアとかグラタンも作れるからね、ちょっとストックしとこうと思って。私が大学生時代はね、もっぱらこのクリームソースを作ってひたすらいろいろかけて食べてました。お次は私の大好きな豚肉の野菜巻きやっていきます。豚肉の薄切りと Vlog とかでも出してるんやけど、ほんまに巻くのは何でもいい。人参とかネギとかナスビとか、今回はアスパラと、そしてじゃん、長芋巻いていきます。マジで中何巻いても美味しいからね、簡単やのにバリエーションが出てめっちゃおすすめです。ひじきと切り干し大根と乾燥しいたけを戻して、そしてこれは小松菜ですね。切り方はもう何でも食べれたらいいです。ひじき投入ですね。はい。全部入れちゃうの？それは。結構ひたひたな感じやったな。ひたひたまで入れるんや。ひたひたまで。
この水分が多いのがいっぱいあるので、こんな感じで中弱火で握ってただけで、こちら母が作ってくれた切り干しひじきミックス、これが美味しいんですよね。栄養たっぷりですね。じゃあ再び私に戻ってきましてほうれん草のごま和え作ります。これはね、白でも黒でもお好みの方をお使いください。これはもうめちゃめちゃサクッとできるほうれん草のごま和えでした。お次は牛肉のしぐれ煮みたいなのを作ろうと思います。ごぼうもぶち込みます。これであとは煮込むだけなので完成です。じゃあ最後唐揚げ作っていきます。揚げない唐揚げ。うわ、ニンニクのいい香りがしてる。じゃあ小麦粉まぶしていきます。いつもよりちょっと油多いかなぐらいの量で唐揚げ揚げていきます。揚げていくっていう表現でいいんかな。これは焼いていきます。8品完成しました。これ全部冷凍保存できるので、冷蔵保存で何日も使っていうのもどれだけ野菜が新鮮かとかにもなんか若干寄りそうな気もするから、もう冷凍しちゃった方が確実に安心なんで冷凍保存しちゃいましょう。全部冷凍保存できるやつやけど、ほうれん草のごま和えだけもしかしたらちょっと水分が出てしまうかもしれへん。この量やったらね、冷蔵保存でもう2日ぐらいありゃ全然一人暮らしでも食べれる量やと思うから、そんなわけでございました。自炊のもつで揚げて頑張りましょう。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。使ってるのはダイソーとかに売ってるこのタッパーです。これなんと冷凍保存もできちゃいます。このままマイナス20度。あとはこういうフリーザーバッグを使ってます。